さんこんにちは、さきしきのさきです。今回は2023年韓国ドラマサキズベスト 5。2023年に本当にハマったドラマ5つをご紹介したいと思うんですけど、韓国ドラマ見たいけどどれから手をつけていいかわからないとか、このドラマ気になってたとか、暇だから韓国ドラマでも見ようかなと思ってる方たちの参考になればいいなと思ってます。皆さんもご存知の通り、私日本語を話す機会があまりなくて今日はすごく熱弁する予定なのでカミカミになっちゃうと思うんですけど、ご了承ください。はい。ということで、サキズベスト5はマスクガールです。これは多分結構見た方も多いんじゃないですかね。なんかもうタイトルからしてちょっと気になる内容じゃないですか。で、簡単にあらすじを説明しようと思うんですけど、主人公のキム・モンミが幼い頃から歌手を夢見てたんですけど、でも顔が可愛くないっていうコンプレックスがあったので、夢を諦めて平凡な社会人になります。だけど夢を諦められないので、夜は仮面をかぶってBJ としてライブ配信をするっていう生活を送ってたんですけど、ある一人のファンのせいで殺人事件に巻き込まれていくっていう内容なんですけど、簡単に見どころを、お話ししたいと思うんですけど、この主人公のキム・モミ役の女優さんが3人いらっしゃるんですけど、イ・ハンビョルさんとナナさん、コ・ヒョンジョンさんで、この3人の方たちが年代ごとに分けて演じられたんですけど、注目してほしいのがナナさんという方が、もともとはアフタースクールというアイドルグループとして活動されてたんですけど、2014年に世界で最も美しい顔ランキング1位に選ばれたんです。本当に見てて綺麗で楽しかったです。あとは主人公だけじゃなくて、この事件に関わる人たちの背景も面白かったです。いろんな要因で傷ついて阻害された人たちの背景、そこもすごく見どころだったと思います。あと、私的に印象にすごく残ってる女優さんがいるんですけど、キム・キョンジャ役のヨン・ヘランさんという方がすごく私は印象に残ってます。多分見たら、私もこの人知ってるって思う方もいると思うんですけど、もう最初から最後まで演技が怖い。本当に怖い人を演じられてて、でジャンル的にはサスペンススリラーなんですけど、心温まる部分もあるし、悲しい部分もあるし、ハラハラドキドキする場面もあるので、まだ見てない方はぜひ見てください。続いて、サキズベスト4、カジノです。日本ではそんなにこれ人気なかったのかな。で、韓国だとこの主役のチャムシクを演じられたチェ・ミンシクさんという俳優さんがもう本当に大御所俳優さんなので、すごく注目されてて人気のドラマだったんですけど、簡単にあらすじを説明すると、チャムシクという主人公の男性が本当にお金も地位も権力も何もないのに、口一つでフィリピンのカジノ界のトップに立つんですね。そこから殺人事件に巻き込まれて、自分の人生全てをかけて崖っぷちを乗り越えようとする波乱万丈なストーリーなんですけど、カジノって聞くとカジノゲームのなんか話なのかなとか思っちゃうかもしれないんですけど、全然そうじゃなくて、で見どころとしてはもうね、本当にこの口のうまさで、全然知らない人たちの中でみんなを信用させてどんどん自分のものにして上がっていくんですよ。そのね、口のうまさに本当に最後まで驚かせられます。で、あとはさっきも言ったこの主人公役のチェ・ミンシクさん。で、この方はオールドボーイだったり悪魔を見たっていうすごく有名な映画に出演されてたんですけど、もう本当にね、大御所だけあって演技が本当に素晴らしいっていうのと、あとはソン・ソックさんという俳優さんも出てくるんですけど、この方は、私の解放日誌犯罪都市2っていう映画にも出演されてたんですけど、すごく見た目もセクシーなんですけど、演技もすごくセクシーで、日本の俳優の浅野忠信さんに私は似てるなぁと思うんですけど、韓国でも数年前からすごく人気で、この俳優さんの演技も見どころだと思います。続いて、サキズベスト3、恋人。タイトルだけ聞くと、何そのドラマ知らないって方が結構多いと思います。なぜかっていうと、日本だとネットフリックスとか、アマゾンプライムとかディズニープラスで放送されてないんですよ。今、KNTV っていうところで放送されてるみたいなんですけど、簡単にあらすじを説明すると、ちょっともう顔がニヤニヤしちゃうんですけど。
好きな人との、結婚を夢見るお金持ちのお嬢様のキルテという女の子と、ミステリアスで愛とかそういうものを信じなかった少しおちゃらけたキャラクターのジャンヒョンというこの二人のすれ違いながらも惹かれ合う恋愛のストーリーなんですけど、このドラマ自体ジャンルがロマンス時代劇なんですね。時代劇って言われるとちょっとつまんなそうとか思うんですよ。わかります。やっぱ韓国なので時代劇も本当に内容がすごく刺激的なんですよ。で、展開も早いので、全然皆さんが考えてる時代劇と全然違いますから。で、このドラマ韓国でも本当にすごい人気で、先月かな放送が終わったばっかりなんですけど、すごいもう何週間もずっと1位で、見どころはというとですね、主人公のそのジャンヒョン役のナム・グンミンさん、演技の神とも言われてるんですけど、演技が本当にセクシーなんです。ドクタープリズナー・ザ・ベイル、わずか1000ウォンの弁護士っていうドラマに出演されてたんですけど、もうおちゃらけてるのに急に戦うと強くてかっこいいみたいな。もうほんとこのドラマでもうセクシーの魅力爆発みたいな。炸裂みたいな。もうこれ見ないとほんと損です。特に女子の方たち。あともう一つ見どころは、ギルチェ役のアン・ウンジンさんという方と、このナム・グンミンさんが年齢差が13歳差なんですよ。なのに全然似合うの。このドラマ本当に一言で言うと、切ない ×100 ぐらい切なくて、も私多分後半はほとんど泣いてました。あとは主人公だけじゃなくて、戦争の中たくましく生きようとする人たちの背景もすごく良かったし、で KNTV で2月18日から1話から一気に放送されるみたいなので、まだ見てない方は見てください。はい、じゃあ続いて先ずベスト2、ザ・グローリーです。私この YouTube 始めて第1話でザ・グローリーのロケ地に行ってきたんですけど、もうそれぐらいハマって、もうこれは結構見た方多いんじゃないですかね。まだ見てないなら早く見て。簡単にあらすじを説明すると、主人公のムンドンウンという女の子が高校時代にパクヨンジンという女の子が率いるグループ集団にいじめにあって傷つくんですけど、そのいじめグループ集団に向けて復讐を誓うんですね。でもう自分の人生全てをかけてコツコツと復讐の準備をして復讐をしていくっていうドラマなんですけど、もう本当にね、私これはね、第1話を見てもう見ないどこうと思いました。それぐらいいじめのシーンがひどいです。本当にこれこそ内容が刺激的です。復讐だけじゃなくてやっぱ復讐に反撃もしてくるので、復讐反撃みたいな感じなんですけど、私的に見どころはこのいじめ集団の女優さん俳優さんたちが、私が思うにはこのザ・グローリーまではあんまり注目を浴びれなかった方たちなんですけど、もうね、いじめ方が本当にムカつくんですよ。で、あとちょっとおかしい狂ってる演技が本当に面白かったです。で、あと見どころとしては本当にその復習の仕方がもう見ててスカッとします。予想を超える復習の仕方なので、ここがすごく面白かったです。ドラマを見たら私の第1話もまた見てみてもいいと思います。このドラマはNetflix の方でご覧になります。ではお待たせいたしました。先ずベスト1はムービングです。もう本当にこれはすごく新鮮なドラマでした。簡単にあらすじを説明すると、歩くことよりも宙に浮くことが先にできるようになった主人公のキム・ボンソクという男の子、自分の能力を隠しながらずっと育ち高校生になったんですけど、同じクラスにヒスという女の子が転校してきて、でその女の子も治癒能力の、超能力を持っていて、で2人はお互い超能力を持っていることを打ち明かして親しくなるんですけど、ソウルでどんどんといろんな超能力者の殺人事件が勃発して主人公たちも巻き込まれていくっていうストーリーなんですけど、正直私もドラマ見る前にこの内容を知って超能力って聞いただけでなんか幼稚なんじゃないかなって思ったんですよ。だいぶ経ってから見たんですけど、めっちゃ面白いです。見どころとしてはアクションシーンが、本当に迫力があります。宙に浮くシーンだったりとか、幼稚じゃないクオリティが本当に高いなと思って、あとは本当に俳優さん女優さんたちのキャスティングが豪華すぎる。誰が出演されるかっていうのを知らずに見たんですけど、この人も出てくるのこの人も出てくるのってなって、
カン・ヒョジュさん、チョ・インソンさん、チャ・テヨンさん、リュ・スンリョンさん、リュ・スンボンさん。で、私はこの中でリュ・スンリョンさんが大好きで、多分見たことある方も多いと思うんですけど、エクストリームジョブだったり、七番坊の奇跡だったり、コミカルな演技をする時が私は大好きなんですけど、このドラマでもキャラクターが本当にぴったりで面白い。ヒロイン役のコ・ユンジョンさんという女優さんがいるんですけど、本当に美しいです。私は生まれ変わったらこんな顔になりたいと思ってます。可愛いし綺麗だから見てて本当に楽しかったです。超能力の種類が豊富で面白いです。宙に浮いたり傷を治したりっていう能力だけじゃなくて、他の能力を持った方たちもいっぱい出てくるので、そこもすごく面白かったです。まあね、この5つは結構悩んだんですよ、どれ1位にするか。でも私が本当に基準として次の回を待ちきれなかったドラマは何だろうって考えた時にムービングでした。ぜひまだ見てない方は絶対見てください。ムービングの方はディズニープラスでご覧になります。ということで、2023年韓国ドラマベスト5ご紹介したんですけど、いかがでしたでしょうか。皆さんももしベスト5思い当たるのがあればコメント書いてください。で、2024年もロケ地もいろんなところに行こうと思ってるし、もしリクエストでこのドラマのロケ地行ってほしいっていうのがあれば、ぜひコメント欄に書いてください。最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。